湯川秀樹の人生は静かに始まり、やがて世界を動かしていきます。派手さのない施策がどこまで届くのか、それでは本編へ。湯川秀樹、日本で初めてノーベル賞を受けることになる物理学者。だが、その人生は静かで孤独な少年期から始まった。京都の町で育った湯川は、幼い頃から人と群れるのが苦手だった。友達と遊ぶより、本を読む方が落ち着いた。周囲の子供たちが騒ぐ中、湯川は静かに世界を見ていた。その視線は、どこか遠くを見ているようだった。父は学者、母も知的な女性。家の中には本があふれ、知識が自然に流れていた。だが湯川は、その環境に甘えることはなかった。静かに自分の世界を深めていった。学校では目立たず、運動も得意ではなかった。だが、数学の問題を解くときだけは目が変わる。数字の並びの中に別の世界が見えていた。その感覚は誰にも説明できなかった。説明しようとも思わなかった。湯川にとって考えることは呼吸のようなものだった。中学に進む頃、興味は数学から物理へと広がっていく。世界はどうできているのか。その問いが湯川の中で静かに燃え始めた。だが当時の日本では物理学はまだ発展の途中だった。教科書だけではその疑問に届かない。湯川は独学で海外の論文へと手を伸ばす。英語もドイツ語も辞書を引きながら読み進めた。周囲から見ればただの静かな少年。だがその内側ではすでに旅が始まっていた。世界の仕組みを探る終わりのない旅だった。高校に進む頃、湯川はさらに孤独になっていく。周囲の話題に興味が持てず、会話が続かない。だが、その孤独は苦しさではなかった。むしろ、考える時間が増えることを歓迎していた。ノートには数式と図がびっしりと並ぶ。誰に見せるためでもない、自分のための記録。大学に進むと、湯川は本格的に物理学へ入っていく。だが大学生活は、決して満足のいくものではなかった。講義は退屈で、内容は古い。世界の最先端とは明らかに距離があった。湯川は授業よりも自分の思考を優先した。教授から見れば扱いにくい学生だったかもしれない。だが湯川は評価には興味がなかった。興味があるのはただ一つ、見えない力の正体だった。当時、物理学は大きく変わろうとしていた。量子力学という新しい考え方が生まれ始めていた。ドイツやデンマークの学者たちが常識を書き換えていく。湯川はその論文を貪るように読んだ。理解できない部分は何度も戻って考えた。読み、止まり、考え、また進む。その繰り返しだった。大学院に進む頃、湯川はさらに深い孤独の中にいた。研究室にいても言葉を交わさない日がある。だが頭の中では絶えず問いが動いていた。原子の中には何があるのか。力はどうやって伝わるのか。その問いが静かに積み重なっていく。当時、原子核の研究は世界中で進んでいた。だが核の中で働く力の正体はまだ見えていなかった。既存の考え方ではうまく説明がつかない。どこかにまだ見えていない仕組みがある。湯川はその違和感に強く引き寄せられていく。そして一つの発想にたどり着く。もし力そのものを運ぶ存在があるとしたら、それは粒子の形をしているのではないか。その考えは当時としてはほとんど言葉になっていなかった。湯川はその仮説を一人で育てていく。机に向かい数式を書き続けた。紙が埋まり、また新しい紙を広げる。夜が明けても手は止まらない。食事を忘れることもあった。周囲の学生はその姿を不思議そうに見ていた。だが湯川にとって外の視線は遠いものだった。彼の世界は紙の上にだけ広がっていた。やがて一つの形にまとまる。核の力を説明する新しい粒子の存在。後に中間子と呼ばれることになる考えだった。その瞬間、湯川の中に大きな感情はなかった。ただ静かな確信があった。この形なら世界を説明できるかもしれない。だが世界はすぐには反応しない。日本からの論文は
遠く届きにくかった。言葉の壁、距離の壁、時代の流れ。湯川の理論はしばらく静かにうずもれていく。それでも湯川は焦らなかった。正しさを決めるのは人ではない、自然そのものだと分かっていた。だから彼は次の思考へと進む。やがてその論文は少しずつ海外へ届き始める。日本に興味深い理論がある。そんな声が物理の世界に広がっていく。だが湯川はその広がりにも無関心だった。彼にとって大切なのは理論の形そのもの。外の評価は後からついてくるものに過ぎない。そして世界は静かに動き始めていた。中間子理論は核の謎に近づく鍵として注目されていく。海外の研究者たちがその意味を読み解こうとする。だがその頃、日本は戦争へと向かっていた。研究環境は急速に悪化していく。論文を送ることさえ難しくなる。それでも湯川は机に向かい続けた。外の世界とは切り離されたように、ただ一つの問いを見つめ続けていた。世界はどうできているのか。その問いだけは何も奪えなかった。戦争が激しくなる中でも思考は止まらない。物資がなくても紙と鉛筆があればいい。湯川の世界はそれで十分だった。そして理論は静かに広がり続ける。遠く離れた研究者たちがその形を確かめようとしていた。本当にその粒子は存在するのか。その問いが次の時代を動かしていく。やがて戦争は終わり、世界は再び科学へ目を向ける。新しい発見が次々と報告されていく。その中で中間子の存在を示す結果が現れる。理論が現実とつながり始めた瞬間だった。一人の研究者が描いた数式が世界を動かし始める。湯川はその知らせを静かに受け止めた。大きく喜ぶことはなかった。ただ確かな手応えがあった。自然は嘘をつかない。その確信が静かに深まっていく。やがて世界はこの理論を本格的に認めようとしていく。海外からの招待が届き始める。日本の研究者が世界へ呼ばれることは珍しい時代だった。だが理由は明確だった。理論が届いたからだ。湯川は静かに準備を始める。戦後の混乱の中、海外へ向かうのは簡単ではない。それでも世界は彼を必要としていた。中間子理論は核の理解に欠かせないものになっていた。湯川は世界の舞台へと向かう。その旅が彼の人生を大きく変えていく。学会の場で湯川は静かに語る。声は大きくない。だが言葉には重みがあった。聞く者の思考を確実に動かしていく。世界の研究者たちが耳を傾ける。この理論は本物だと理解し始める。その空気が会場に広がっていく。湯川は世界の中心へと近づいていた。だが本人は変わらない。興味はただ一つ。自然はどう動いているのか。その問いだけを見つめていた。少年の頃から変わらない姿勢だった。静かに考え、静かに積み上げる。その積み重ねがここへつながっていた。そして今、世界はその価値を認めようとしている。湯川秀樹の名前が広く知られ始めていた。だがそれは結果に過ぎない。本質はその奥にある思考の時間だった。ここから世界の中心に立つ時間へと入っていく。ここまでが湯川秀樹が答えにたどり着くまでの時間です。孤独の中で積み上げた思考が少しずつ世界に届き始めました。ではこの後、その理論がどう世界を動かしていくのか、後半へ進みます。中間子の存在を示す実験結果が報告され、世界はざわめき始めた。世界の物理学会が一つの結論へ向かい始めた。中間子の存在を示す実験結果が複数の国から報告された。湯川秀樹の理論はついに仮説から現実へ変わった。世界の研究者たちが湯川の名前を口にし始める。この理論を最初に示したのは日本の若い学者だ。その声は静かに、しかし確実に広がっていった。一つの理論が国境を越えて認められていく。それは時間をかけて積み上げられた思考の結果だった。
誰にも理解されなかった時間も無駄ではなかった。孤独の中で磨かれた理論が今ようやく世界に届いた。そしてある日、湯川のもとに一通の電報が届く。スウェーデンからの正式な通知。ノーベル物理学賞。日本人として初めての受賞だった。世界が湯川の理論を中心に据えた瞬間だった。それは日本の科学にとっても大きな転機となった。長い時間をかけて築かれた信頼が形になった瞬間でもあった。湯川はその知らせを静かに受け止めた。驚きよりも深い静けさが胸に広がった。それは喜びというより確認に近い感覚だった。自然が示した答えが世界に届いた。その事実だけが湯川にとって重要だった。評価は結果であり、本質ではなかった。理論が正しいかどうか、それだけが問題だった。授賞式の準備が進む中、世界中の研究者が湯川を訪ねてきた。彼らは皆湯川の理論を語り、議論し、学ぼうとしていた。新しい時代の中心にその理論があった。湯川は世界の中心に立つことになった。だが本人は名声よりも次の問いを見つめていた。自然はまだ何を隠しているのか。その問いが湯川を次の段階へ導いていく。答えにたどり着いた後も問いは終わらない。むしろそこから新しい問いが生まれていく。それが科学という営みだった。授賞式の会場は華やかだった。世界中の科学者が集まり、湯川の名を称えた。だが湯川は静かに壇上へ向かった。周囲の熱気とは対照的に落ち着いた歩みだった。派手なスピーチはしない。ただ研究者としての言葉を淡々と述べた。言葉を飾ることはしなかった。自分を大きく見せることもしなかった。自然は常に正しい。その一言に湯川の人生が凝縮されていた。長い試作の果てにたどり着いた結論だった。それは変わることのない軸だった。受賞後、湯川の周囲は一変した。世界中から講演依頼が届き、研究者たちが彼を訪ねてきた。その存在は一つの象徴となっていった。だが湯川は名声に溺れることはなかった。むしろ責任の重さを感じていた。科学者として世界に何を伝えるべきか。その問いが湯川の中に生まれていた。戦争が終わったばかりの世界。科学は破壊にも使われた。原子爆弾。科学者たちはその現実を突きつけられていた。湯川もまたその重さを感じていた。知識は力であり、その使い方が問われていた。科学は人を傷つけるためにあるのではない。その思いが湯川の中で強くなっていく。彼は平和活動へと歩みを進める。講演で湯川は静かに語った。科学者には責任がある。知識は人を救うために使われるべきだ。その言葉は派手ではない。だが深く響いた。声を張り上げることはなかった。しかしその言葉には重みがあった。湯川は核兵器の危険性を訴え続けた。科学者としての立場から世界に警鐘を鳴らした。その姿は研究者という枠を超えていた。社会に対して責任を持つ存在へと変わっていった。湯川は教育者としての顔も持つようになる。若い研究者たちに科学の本質を伝えた。自然は常に語りかけている。人間が間違える。その言葉は湯川自身の生き方でもあった。経験から導き出された言葉だった。研究室では湯川は厳しくも優しかった。学生たちの議論を静かに聞き、必要な時だけ言葉を添えた。すぐに答えを与えることはしなかった。考えることを促した。派手な指導ではない。だが深く響く指導だった。一つの言葉が長く残る。湯川は研究者としての姿勢を若者たちに示した。考えることを恐れるな。自然に耳を傾けろ。その言葉は湯川の人生そのものだった。
世界は湯川を尊敬していた。だが湯川は静かに日々を過ごしていた。研究室の机にはいつものように数式が並んでいた。若い頃と変わらない姿だった。ただ背負うものが増えていただけだ。科学者としての責任、平和への願い、未来への希望、それらが日常の中にあった。湯川はそれらを静かに抱えていた。晩年の湯川はよく散歩をした。京都の静かな道を歩きながら自然の音に耳を傾けた。風の音、木々の揺れる音、そのすべてが湯川にとっては自然の声だった。日常の中に答えがある。自然は常に語りかけている。湯川はそう信じていた。研究室の外でも湯川は自然を観察していた。科学者としての視線はどこにいても変わらなかった。晩年の湯川は静かに人生を振り返ることがあった。だがそれを言葉にすることは少なかった。語るより考える人だった。若い頃の孤独、中間子理論の誕生、世界に届いた理論、ノーベル賞、科学者としての責任、平和への願い、そのすべてが湯川の中で静かにつながっていた。一つの流れとして途切れることなく続いていた。湯川は科学を信じていた。自然を信じていた。そして人間の可能性を信じていた。晩年の湯川は静かに研究を続けた。若い頃のように机に向かい数式を書き続けた。その姿は変わらなかった。科学者としての湯川は最後まで揺るがなかった。やがて湯川は静かに人生の幕を閉じる。派手な最後ではなかった。だがその静けさこそが湯川らしかった。世界は湯川の死を深く悼んだ。日本の科学を切り開いた人物として、そして平和を願い続けた科学者として、その存在は多くの人に影響を与えた。湯川が残したものは理論だけではない。科学者としての姿勢、自然への敬意、平和への願い、それらは今も多くの人に受け継がれている。目に見えない形で今も生きている。湯川は静かに世界を変えた。派手な言葉ではなく、静かな思索と確かな理論で、その生き方は今も輝きを失わない。湯川秀樹、静かに考え、静かに世界を動かした科学者。その足跡は今も物理学の中に息づいている。そして彼が願った平和への思いもまた静かに世界の中で生き続けている。静かに考え続けた一人の研究者が世界を変えました。その力は言葉ではなく思索と積み重ねによるものでした。そして今もその姿勢は科学の中に受け継がれています。この話が何かを考えるきっかけになれば嬉しいです。また次回の主役でお会いしましょう。